今日は世界で何食べよう。どうも、しょうごです。99% の日本人が知らない首都ポトゴリッツァでローカルフード、レバー、カールスバーグ、ネグシェカを食す。旅の資金残り504万円。アルバニアの首都ティラナからモンテネグロの首都ポトゴリッツァに移動してきました。首都がこんな感じでモンテネグロ大丈夫と思いながら見ていただけると嬉しいです。おはようございます。長かったアルバニアを終えて今からモンテネグロの方に移動していきたいと思います。ここからモンテネグロまでは2時間半ぐらいかな。まずはバス停の方に1時間かけて向かっていきたいと思います。なんかサッカーの速報動画って急いで編集して出せばバズるって聞いてたんで、今回アルバニア夜中の3時まで編集してもう3時間しか睡眠してないんだけど全然バズりませんでした。多分あのバスに乗って行こうと思います。あっちで後ろで今女性の方も払ってるけど、僕たちも1人当たり荷物預けるのに2ユーロかかりました。バスは結構なんか人混んでますね。入ってきます。行ってきます。21カ国目か、モンテネグロが。今からモンテネグロの国境を入るんだけど、パスポート回収してんだよね。僕たちもパスポート出そうと思います。今国境に来ました。ここからモンテネグロ入るために今パスポートコントロールでみんな並んでるんで、僕たちも並んでいこうと思います。無事にパスポートのところはくぐり抜けたので、ここから一旦待機って言われました。バスがこっちまで来るまで待機と言われたので、何分か待機してこようと思います。バスが止まってなぜみんな乗らないかというと、このバスエアコンの効きめっちゃ悪くて暑いので、めっちゃ暑いです。なんでよ。一番シンプルで適当なスペックがモンテネグロ入国のスタンプがあります。いやー、めっちゃバス暑かった。ということで21カ国目モンテネグロ到着。今モンテネグロの首都のポトゴリッツァにいるんだけど、世界一何もない首都って言われてるんだけど、ちょっとバスから見てる感じマジで何もなかったです。お腹減ったんでまずはご飯食べて街散策してこようと思います。世界一醜いと言われるポトゴリッツァの様子、やっぱりなんで醜いって言われるかっていうと、首都にもかかわらずほぼ何も観光名所がないという。でこの旧ユーゴスラビア時代、そう建てられたこの団地みたいな、共産主義っぽいものがずらーっと並んでるっていうだけの、都市っていう感じが見て取れます。実際なんか、結構悲しい歴史もあったらしくて、この第二次世界大戦、その時にほぼ焼け野原になったというか、70回以上の爆撃を受けたということで4000人以上の負傷者も出たという、悲しい歴史もあるみたいです。そこから復興して急激に人口増加したことによって、このような集合住宅、同じような建物がマンションが建ったと言われております。バスから徒歩3分のところに調べてた料理屋さんロステジニノあるんで食べてこようと思うんだけど、ちょっとこれやばいな。リアルなんもないっす。とりあえずこのお店に来ればモンテネグロ料理全部食べれるっていう噂なんだけど、確かに調べていたモンテネグロ料理全部網羅してます。でなんか分かりづらいんだけど、こっちで写真を見てメニューと照合しないとちょっと何書いてるか分かんない。英語じゃないんで分からなかったです。なんかデカめのパンだけ来て30分ぐらい待たされてる。なんかモンテネグロは料理出すのが遅いと聞いたけど、これは激遅だわ。腹減った。やっと来たー。いただきます。ネグシカ到着。初ネグシカいただきます。ネグシカとなんだけど、本当にこれネグシカなのかな。まだいろんなところで食べてみようと思うんだけど、これは一応豚皮を燻製にしたもの。基本的には僕らで考えてるのは生ハムみたいな感じって言われたけど、生ハムみたいな感じでめっちゃうまいです。レバーだと思うんだけど。ガチレバーだ。うまいわ。久しぶりにレバー食って。レバーの上に生ニンニクが乗ってるんだけど、かなりレバーはしっかり焼いていて、炭火で焼いてるから炭の匂いもして、こりゃうまいわ。さすが丁寧に焼いてた時間だけかかっただけあるね。完食。ごちそうさまです。しかも僕たちなんと今日日曜に来ちゃってて、スーパーも何もかも開いてないです。ちょこっとだけお店が開いてるところはあるんだけど、基本もう閑散としてます。再びバス停に戻ってきました。何回来んだよって話なんだけど、本当に全部の店がやってなくて水も買えなかったんで、バス停には水があるだろうということで戻ってきました。喉乾いた。
やっぱ駅の自販高いんだよな。なんかエビアンみたいな高いやつはこのちっちゃい800で 2.75 ユーロ、そして、このちょっと安いやつでも600で 1.5 ユーロだから300円ぐらいするんだよな。高いけど買うしかない。畜生高い。私誘惑に負けました。これが1.5 ユーロに230円ぐらい。そして買わなくてもいいコーラ買っちゃいました。これが 1.2 ユーロか。やっぱもうこんだけ暑いともう30度今超えてるんですけど、コーラが飲みたくなる。なんか首都でこの道ってありえんの？なかなかの道を歩いてホテルまで向かっております。実際バス停からもここ5分ぐらいの距離なんで中心地だとは思うんだけど、すごいねこれ。ネパール以上の道の悪さです。ほとんど人に会わないんだよね。人住んでんのかな。一応モンテネグロでは一番人が住んでるはずなんだけど、人口もかなり少ないんだろうな。本日の宿到着。チェックインどうすればいいのって聞いたら、お前らの部屋は階段の上にあるから鍵開いてるから入れって言われたんで入ってみます。今日のお部屋オープン。屋根裏っぽいね。でもなんか雰囲気よくない？綺麗だよ。キッチンもあるじゃん。今日スーパーやってないから使えないかもしれないけど、シャワールームもこのトイレとあとシャワーが離れてるのは嬉しい。ここはおそらく繁華街なんだけど、今日は日曜ということもあって全然店がやってないです。やっぱ日曜は全く開いてないんだな。ポドゴリッツァの中心地といえばやっぱりここ独立公園かな。ここは一番繁華街って言われてんだけど、しょんぼりしてるね。ここはなんかテレビの撮影でもやってんのかな。なんか若者が集まっております。今ここに集まってる人に何やってんのって聞いたら、女性暴力に反対する抗議運動らしくて、ここ最近何かもしかしたらモンテネグロで暴力事件とかあったのかもしれないです。女性に対してとか子供に対してとか。なんか口調からも白熱してきたぞ。めっちゃ主張してる。なんかハードロックカフェだけはあって、この人なんか谷マリアに似てないですか？似てるよ。いやこれ想像以上になんもないかもしれないです。なんか僕のイメージなんもないって言ったって、なんか店とかあとは建物いっぱいあるんだろうと思ったけど、マジでほぼなんもないです。店もやってない。日曜っていうのもあるんだけど、首都ですよ。すごいよね。首都にしては本当に何もないよね。ちょっとこじゃれてるけどね。可愛いとこあるんだけど、基本的に人がいないっていうね。物価調査アイスは果たしていくらなのか。なんかいい感じのアイス屋さんあるんだけど、だいたい 1.5 とかで買えればアルバニアの物価と一緒なんだけどな。1.2 だ。アルバニアよりちょっと安いね。これで 1.4 か。なんか安いかなと思ったけどちょっと雑なんだよな。持ち歩きしてると甘いもんが食べたくなる。この目の前に見えてるのがミレニアム橋。もう言っちゃえばただの橋なんだけど、もう何もなさすぎるがゆえにミレニアム橋ですら観光名所となっております。オラカ川っていう川なんだけど、結構綺麗っていう確かにな。透き通ってるな。あそことかもこっからでも底が見えるぐらい透き通ってます。川の近くまで行けるみたいなので階段下ってみようと思います。到着。うわ、あそこで飲んでるビールうまそう。これはもしかしてめっちゃ綺麗かもね。透き通ってる気がする。危ね。週末は本当にここにみんなモンテネグロ人は集まるらしいです。伝わるかな。めっちゃ水きれい。海辺に雰囲気のいいバーを発見したのでここで飲んできます。乾杯。うんまっ。美味しい。これカルスバーグっていうデンマークのめっちゃ有名なビールらしいよ。なんかオレンジみたい。では最後の一口いただきます。うまかった。本当にカールスバーグってこんなうまいんだね。見つけたピザカット。歩いてたらいい感じの店だったから入ってみたら安い。店内自体は2人なんだけど、宅配の人がひっきりなしに来るから多分人気店。チーズがこぼれるほど入ってるわ。いただきます。いただきます。釜から出てきたもん今。熱いよね。いただきます。
やけどしたわ。釜から出てきた熱々塩、そしてもうチーズがふんだんに入ってるからとろける。熱い。いやーほんと美味しかったね。なんかまだまだヨーロッパにいる中でもだいぶ安いなっていうのを感じます。ピザ1枚500円くらいっていうのはだいぶ安いよね。まあ全然いいんだけど、やっぱ首都でこれかっていう感じは拭えないというか、まあ、首都にしては若干活気の薄さと人の少なさが目立つかなという感じですが、まあ、首都じゃないと思えばね、全然めっちゃいい感じの街です。なんかこっちから音楽が聞こえます。めっちゃ盛り上がってんじゃん。めっちゃ盛り上がってんじゃん。なんだこの通りは。あ、もうクラブみたいな感じになってるよ。めっちゃいいじゃん。いっぱい飲んじゃうまた。うわ、めっちゃ盛り上がってる。ということで僕たちは今から宿に帰って明日10時のバスでブドバっていう港町の方に行ってこようと思います。こっちは子供たちがゴーカートやってる。無事に宿に帰ってきました。おはようございます。今日はポトゴリッツァからブドバっていう観光地まで行ってこようと思うんですけど、海沿いの方に、ポトゴリッツァなんもないっていうけど僕結構好きです。今から一町一走りということで走ってポトゴリッツァをちょっと見てこようと思います。団地の上でなびいている旗がモンテネグロの旗なんですけど、なんかアルバニアの旗と似てるんだよね。2つの鳥が交差になってるみたいな感じ。発見しました。昨日時間なくて来れなかったオールドブリッジ。これは18世紀オスマントルコ支配下にあった時に建て直されたこの橋なんだけど、やっぱ独特なデザインとこの後ろの自然、そして川が相まってなんとも美しい絵のような景色になっております。いや、これは綺麗だわ。ちょっと行ってみようと思います。これちょっと水濡れちゃった。うわー、アシックスがびしょびしょに。左足撃沈。自転車道路とランニングコースもあるのでランニングしやすいです。なんだこの像は。おそらく英雄なんだろうな。ちょっと説明は調べておいとくんですけど、多分英雄だろうな。オスマントルコ時代なのかな、馬使ってるから。目の前にはヒルトンホテル。ポトゴリッツァにもこういう外資系のホテルあるんだね。でもヒルトンちょっとちっちゃめだな、他のところよりも。ポトゴリッツァ現在23度、そして6月中旬にもかかわらず最高気温34度、あさっては37度。高え。やっぱ昨日の何もなかった反省したいな。こことかベリカプジャカなんか賑わってんね。朝ごはん今買おうとしてるんでちょっと探してこようと思います。ここでも発見。スパナコピタ、いつも通り注文。いただきます。もちもちはしてるけど微妙だねこれ。スパナコピタなんだけど中にほうれん草とか入ってるギリシャでもよく食べてるやつなんだけど、ちょっと脂っこいな。皮はもちもちしてうまいんだけどカリッカリさもないんでちょっと微妙。スーパー入ってみたけどめちゃくちゃでかいし生鮮食品売ってるわ。ここでオレンジ2個購入しました。ここにも新鮮そうなフルーツ。色がいいんだよな、色が。無事にチェックアウトできたので、こっからブドバに向かうためにバスステーションに向かっていきたいと思います。今日も暑い。今10時ぐらいなんだけどもう30度近いです。ここがバス停なんでここから1時間半乗っていこうと思います。チケット見るとこのペロン6っていうのがバスの停留所らしいんで、ここで6番待っていこうと思います。あと一つ注意点が、時間によって価格が違うので、僕たちは8ユーロで買ったけどもっと早い時間とか遅い時間だと7ユーロでも最安値で行けるみたいです。6番にバスが到着しました。ブドバって書いてある？あ、ブドバって書いてあるわ。これだ。モンテネグロはずっとそうだけどバスで荷物預けるときは何ユーロかかかります。今回は1人1ユーロ。中心地にはなってもなかったけどちょっとずれると綺麗な建物いっぱいあるじゃん。ちょうどだって中心地だけ何もないんだね。
ブドバの駅無事到着。バス停はブドバからそのポトゴリッツァ駅でめちゃくちゃにぎわってる。